んにちは、白川隆です。今回は月刊秘伝の撮影で都内にあります相撲場に来ております。武術格闘家の菊野勝則先生と一緒に今日は相撲のトレーニングを体験しております。で、相撲のトレーニングは松田哲弘先生という相撲探究家の専門家の先生に教えてもらっています。この取材の様子は月刊秘伝6月号に掲載されますので、月刊秘伝6月号もご覧ください。そしてこのトレーニングの様子は秘伝の YouTube チャンネル、武道ジャパンチャンネルでも公開されますので、月刊秘伝とともに武道ジャパンチャンネルもご覧ください。完璧です。で、合気道って相撲とすごい共通点があるとトレーニング中にも私言ったと思うんですけど、すごく感じているんですよ、でそれをせっかくですので専門の先生にちょっと見ていただいて、本当に共通しているかどうかっていうのをちょっと確かめたいと思うので、ちょっとよろしくお願いします。はい。では松田先生、はい、元一の矢の松田と申します。今日もよろしくお願いします。お願いします。鉄砲とか四股と私自身も特に股割りとか四股をやったんですけど、やっぱ先生が教えていただいたのはまるっきり違いましたので、新しい発見があったので、ちょっと今後の稽古に生かしたいと思っております。さっきの取材中にもお話しさせていただいたんですけども、この相撲のこの体さばきっていうのは合気道の体さばきにすごく似てると思っておるので、実際にちょっと先生にもちょっと私の技を見ていただいて、ちょっと本当に相撲と合ってるかどうかを見ていただきたいんですが、ちょっとよろしいですか？ぜひよろしくお願いします。合気道で呼吸投げ、他人の投げの時に袖をつかまないで投げる技っていうのがあるんですけども、合気道の崩しっていうのは基本的に丸い球体で前後の崩し、左右の動き、斜め、この丸い球体を転がすようにこういう呼吸投げっていうのを使っているんです。でその原理っていうのは、例えば上手投げだったり下手投げ、あとすくい投げの崩しと非常に似てると思っているんですが、実際先生どうでしょうか？すくい投げが一番似てると思いますね。上手投げとか下手投げは回しを持つ分ちょっと腕力に耐える部分がありますけど、すくい投げというのはやっぱりかなりそのタイミングというか、相手を崩すことできれいにずらっと決まりますから。すくい投げて脇を刺して。そうですね。下からすくってその体の回転をそうですね。もう相撲の場合は完全にこう刺しちゃった腕をぐっとこうかいな返す感じでこのまま。これが円ですね。はい。で足もガッと開いてこんな感じなんですけど。やっぱ崩しの原理的そうにはですね。こういうふうな動きをすると思います。ここもポイントですね。ここですね。そうですね。かいな返して。かいな返すことで行動上強い。そうですね。強い行動になりますし、相手がこの自分の体の円にきれいに乗ってくれますから。やっぱまさに円に。そうですね。先生ちょっと投げていただいてよろしいですか？すくい投げはこっちから来て、こっちから来て。合気道の話ですね。これは合気道の崩しと似ているっていうことでよろしいですか？でも似てますよね。似てますね。でも実際には複雑なんですよね。前に押したりこう来るかもしれない。引き込まなきゃいけない。頭をこっつけやったり、もうちょっと変則の動きがありますから。実際はやっぱり武道相撲場が球体ですので、こういう先生いいですか？こういう場所で今の呼吸投げだったり、あとすくい投げっていうのがより生きてくるということですね。そうですね。あととったりですね。先生、とったりっていう動きがこういう動きですよね。そうですね。相手がこう刺す。手を取ってこうですね。実際どのように投げるんですか？もう投げる。相手来たらこのままわあちょっと関節が決まっちゃいますね。だから相手は投げられるしかないかなと思いますけど。手が前に来たっていうとですね、こう
これまさに合気道で天秤投げとか肘当て呼吸投げというこういう肘をここで決めまして投げるときには手を返すんですけど、これとまさにより強烈ですね。同じですよね。掴んだ状態でこっちでも肘で投げるときにうわーっていくっていうので非常に似てますよね。そうですね。相撲の取ったりをより厳しくしたような感じですね。これは近いですね。かなり近いですね。じゃあこれもじゃあでも間違ってなかったんだなってやっぱり似てますよね。じゃあもう一個だけ先生いいですか。勘抜きっていう技があるじゃないですか。勘抜きってこれで、そうですね。でこの崩しっていうのが実は合気道が片手なんですけども、片手の時に引っ掛けてこういう崩しがあって勘抜きの状態にして四方投げっていう技があるんですよ。これって先生勘抜きの多分これ全身取っといた方がいいですよ。足まで。これって勘抜きの状態ですよね。そうですね。相撲はもうただこう相手の肘をこうやって決めるだけですね。それで相手の勘抜きの顔を見ろと言いますね。先生そこから投げてください。どうなんですか。勘抜きからあんまりもうそのまま出すか。そうですね。ずっとこう。やっぱこの状態って非常に危険ですよね。危険ですよね。重心が浮いちゃいますからね。瞬間でもう押される前でももうあと明治時代で泉川っていう技があってあれは泉川ちょっともう最近消えてますから分かるんですけど、ちょっとこの勉強してみますね。肩勘抜きなんですけど、肩勘抜きとはちょっと違うんですよね。相手の片腕をこう両手で持ってこんな感じですね。ちょっともうちょっと勉強してきます。肩勘抜きもあります。普通に肩勘抜きは片腕をこう、両手で決める場合があるんですけど、泉川っていうのはちょっとまた違うんですよね。とりあえず片手なんですよ。片手の技があればまさにこう相手をこれと同じでここ裾を持てばやばいやばい。セミで流れてきます。やっぱ使う技はそうですね。似てる。両方似てるんですけど、ちょっと相撲の方が優しいですね。だけど厳しいですね。やっぱりこうやって共通していますね。そうですね。共通してるとか。やっぱりずっと思ってたんですけど、合気道ってすごく相撲の崩しに似ているな。もちろん実際に試合するので体が大きいのでもっと高度な動きがあると思うんで、むしろお相撲さんは全ても合気道の達人かなと思ってるぐらいなんですけども。そういうふうになったらもっと相撲も上手くなりますね。でもよかった。崩しの原理がやっぱり共通するもので似ていたっていうことだけでもすごく嬉しい。だって一見するとなかなか相撲と合気道って近くないような感じがするじゃないですか。でもずっと私は相撲と合気道がすごい近いので、絶対崩しの原理似てるかなと思って、今日ようやく専門家の先生の前でちょっと認めていただいたので素晴らしいです。皆さん相撲と合気道すごい共通した動きありますので、そこを注意して相撲を見るともっと楽しめると思います。相撲の見方もまた変わって面白くなるかもしれないですね。どうもありがとうございました。皆さん月刊秘伝6月号ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。すごい。ちょっとカンペ作ってもらっていいですか。